ウサマ、ビン、ザイドは次のように伝えている。アッターの死と彼に平安と祝福あれはアラファトから出発し、峠に着くと馬から降り、排尿した後、身を清めたが、完全にはできなかった。私は彼に尋ねた。アッターの死と彼に平安と祝福あれよ。礼拝の時間ですか？彼は言った。礼拝の場所はあなたの前です。彼は馬で進み、ムズダリファに着くと馬から降り、身を清め、完全に身を清めた。イカーマ、祈祷の呼びかけが発せられ、彼はマグリブの礼拝を導いた。それからみんな、自分のラクダを所定の場所にひざまずかせた。それから預言者、彼に平安と祝福あれが率いるイシャーの礼拝のイカーマが発せられ、二つの礼拝イシャーとマグリブの間には礼拝は行われなかった。サヒーフ、アルブハーリー139、ハディースの説明、ハッジはイスラームの第5の柱です。神の使と、彼に神の祝福と平安あれは、ハッジの儀式を言葉と行いを通して説き、高貴な共有、彼らに神の祝福と平安あれはそれを私たちに伝えました。このハディースの中で、ウサマ、ビン、ザイド、彼らに神の祝福と平安あれは、ヒジュラ歴10年目の送別巡礼において、神の使と彼に神の祝福と平安あれがアラファトを出発する際、彼に付き従っていたことを伝えています。神の使と彼に神の祝福と平安あれがムズダリファに近い左の峡谷に着くと、彼はラクダをひざまずかせ、地面に座らせました。そして、峡谷の頂上から降りて放尿しました。峡谷とは、二つの山の間の道です。すると、ウサマ、ビン、ザイド神の祝福と平安あれが水を持って彼の元にやってきて、彼に水を注ぎました。預言者、神の祝福と平安あれは軽く身を清めました。二つのサヒーフ、伝承には、そして彼は身を清めることを徹底しなかったと記されています。これは、彼が手足全体を水で覆い、こすりすぎず、一度しか行わなかったことを意味します。これは、預言者、神の祝福と平安あれの本来の行いが徹底的であったことを示しています。それは、スンナー聖典でよく知られているように、手足それぞれに適切な量の水を与え、3度洗うというものです。ウサマは預言者、神の祝福と平安あれに尋ね、馬から降りて身を清めている時に、マグリブの礼拝を行おうと考えました。預言者、神の祝福と平安あれは、ムズダリファに到着すると、礼拝が目の前にある場所にあることを彼に伝えました。そこで、神の使と彼に神の祝福と平安あれは、ムズダリファに着くまで馬で進み、マグリブとイシャーの礼拝を一緒に行い、それらを遅らせました。ムズダリファは、アラハトを出発した巡礼者が下山し、ヒッチャ月10日目の夜を過ごす場所の名前です。ジャマーとしても知られる聖なるモニュメントもここにあります。アラファトから約 12km のところにあり、ミナの聖なるモニュメントに隣接しています。その後、ウサマー・アッターの慈悲がありますようには、ムズダリファで過ごした夜の朝、ファドル、イブン、アッバース、アッターの慈悲がありますようにが預言者、彼に平安と祝福がありますようにノーシロを馬で走ったと伝えています。これは、ヒッチャ月10日目、犠牲の日の朝であり、巡礼者たちが大ジャマラートに石を投げるために出発する時です。ムズダリファは、ジャマー結合と呼ばれていました。マグリブの礼拝とイシャーの礼拝がそこで統合されるからです。また、人々がそこに集まり神に近づく、つまりそこに立つことで神に近づくという行為によっても、ジャマーと呼ばれていたと言われています。二つのサヒーフには、こう記されています。そこで彼は馬に乗り、ムズダリファに到着すると馬を降り、身を清め、それを徹底的に行いました。それからイカーマが祈りのために呼びかけられ、彼はマグリブの礼拝を行いました。それから各人が自分の場所にラクダをひざまずかせました。それからイシャーの礼拝が呼びかけられ、彼は祈りを捧げました。その間に祈りを捧げることはしませんでした。彼の身を清める理由は、そこでは簡潔に、ここではその徹底さが強調されたと言われています。なぜなら、最初のものは祈りを意味するのではなく、むしろ彼が意味するのは、道中で正常さを保つためであり、特にその状況下では、神を想起する必要性が高かったため、あるいはその当時は水が不足していたため身を清める時間を短縮したが、降りてきて祈りを捧げたいと思った時には、それを徹底的に行い、完了させたからである。ファドル、イブン、アッバース、神のご加護がありますようには、神の使と神の祝福と平安がありますようにが、犠牲の日の朝、すなわちヒッチャ月10日目に、メッカ川皆の西に位置する大ジャムラである赤羽のジャムラに到達するまで、タルビーヤを唱え続けたと伝えている。彼はそこに到着すると、タルビーヤの詠唱を止めた。タルビーヤを詠唱するための文法は以下の通りである。لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك。タルビーヤの期間は、ハッジのイフラーム、巡礼に入った時点から始まります。ハディースには、犠牲祭の夜にムズダリファで夜を過ごすことが許されていることが記されています。
また、巡礼者がムズダリファに到着したら、速やかにマグリブの礼拝とイシャーの礼拝を合わせて行うことも言及されています。また、預言者、彼に平安と祝福あれの謙虚さも強調されています。さらに、二人で動物に乗ることが可能な場合は、二人で動物に乗ることが許されていることも言及されています。